どうもはじめまして、つんこです。この度私 YouTube チャンネルを始動させたいと思います。イエーイ。皆さん心待ちにしていただいてたと思います、多分。そしてですね、まず第1本目の動画としてせっかくなんでね、私の自己紹介動画を撮りたいと思います。もう知ってるよって方もいらっしゃると思うんですけれども、私のことをちょっと紹介させてください。名前ですね、さっきもちょっと冒頭に話したんですけど、つんこという名前で活動させていただいております。主な活動はですね、声優をやらせていただいたり DJ、グラビア、コスプレなどなど、最近は舞台に出たりとか、ちょっと活動の幅をねじんわり広げております。グラビアは最近では才蔵さんの表彰させていただいたり、コスプレのお仕事はちょっと前にやったんですけど、宇宙戦艦ヤマトの森ゆきちゃんのコスプレをしてですね、ちょっと私会みたいなことをやらせていただいたり、そちらのお仕事の様子もですね YouTube で Vlog 的なものを上げようと思っているので、よかったら楽しみにしていってください。声優としては D4DJ の三宅葵という役を演じさせていただいております。ライブをしたり、ゲームがあったりなどなど、もう5年ですかね、もう長らく葵ちゃんを演じさせていただいております。そしてなぜ私が芸能の活動をしているのかというところなんですけれども、めちゃくちゃたまたまなんですよね。経歴としては私普通に大学に行ってまして、中央大学法学部政治学科というところにね、このお堅い大学に通っていまして、そのタイミングで上京もしたんですけど、出身が大阪なので、大阪から東京に出てきて普通に大学生をやっていて、それで就活に失敗したんですよね。もう昔からアニメであるとか漫画であるとか、そういうコンテンツが大好きだったんで、エンタメ的な業界に入りたいみたいな、アニメコンテンツという意味でのエンタメなんですけど、そういうものに携われるものに仕事に就きたいっていうのがあって、就活をちょっとね頑張ったんですけど、だいぶ失敗しまして、それでね、根が真面目な私はですね、単位はほぼほぼ取っていましてね、美しく4年間で大学も卒業できてしまい、プー太郎人生が始まったんですけれども、その大学の後半からプー太郎って言ってもフリーターだったんですけど、その頃にかけてコスプレを友達に誘われて趣味でやるようになって、それがもう本当にただただ趣味で、自分の好きなキャラクターになれるって楽しいとか、やっぱ友達と同じもの、同じコンテンツで好きな気持ちを共有できる時間が楽しかったりとか、もうのめり込んでいってですね、コスプレ楽しいってなってずっと趣味として続けていったら、たまたま運よくそのコスプレでお仕事ができるようになりまして、コスプレで仕事がしたいって思ってコスプレを始めたわけじゃなかったので、自然にコスプレをしていく中で、時代もコスプレイヤーさんを起用したお仕事みたいなのがその生まれてくる時代になってきて、その時代に合致した感じで私もコスプレで仕事をさせていただくみたいな感じになっていった時に、その時にたまたま友達で DJ してる人がいたんですよ。それでその人がそのアニソンクラブイベントっていうのがあってさみたいなので、なんか楽しいんだよ、コスプレとすごい相性がいいからこう遊びに来てみないみたいな感じで、コスプレで遊びに行くみたいなことがあって、その時にこういうイベントってこんなに楽しいんだって、それこそやっぱアニソンもコスプレと近いっていうか、やっぱ自分の好きなアニメの曲がかかるとみんなで好きな人たちで盛り上がれるっていう、好きを共有できるみたいな時間があって、それが本当に楽しくって、私も自分の好きな曲をかけるとか、フロアを見てなんかのコスプレしてる方がいたらその曲をかけたら絶対その人が喜んでくれるとか、みんなで好きを共有したい、楽しい時間を作りたいって思って DJ やりたいってなって DJ を始めるようになって、本当にたまたまその DJ でお仕事ができるようになってきて、そしたら本当にたまたま D4DJ っていうコンテンツの声優にキャスティングしていただいてっていう感じで、もう本当に自分の好きがどんどんなんていうか時代と呼応していったみたいな
不思議な流れで私はもう徐々にプータローから芸能活動をさせていただくようになったみたいな流れがあって、何も演じたことがないコスプレイヤー DJ っていう感じだったので、一番最初にその D4DJ で声の仕事をさせていただく時にやっぱ演技ってすっごい大変、びっくりするぐらい何もできなくて、今までこう吸収してた部分はあるじゃないですか。アニメを見ていて声優さんの演技自体は見てるから、もっともっと自分もキャラクターとして表現するっていうことをちゃんと演じられるようになりたいって思って、どんどん芝居ってこうでこうだとか、こんぐらいこういう喋り方するとこう聞こえるんだとか、やっぱこう人となりとかもあるからなんていうか難しいんですけど、やっぱ耳障りテクニックで聞こえ方とか感情ってやっぱ操作できる部分とかもあって、なんか芝居ってなんかただ怒ってたら怒ってる声とか笑ってたら笑ってる声だけじゃダメなんだとか、なんかいろんなことを知って、そういう中で私もっと芝居やりたいなって思ったりとか、いろんな人間になれる芝居、表現できる芝居っていうのがとっても楽しいなって今は思っていて、芝居の仕事を幅広くできたらなって思ってるところです。YouTube チャンネルなんですけど、なんで始めようと思ったかっていうとですね、ある日つんこさんはですね、マネージャーさんにポンと LINE を送りまして、私 YouTube チャンネルがやりたいと。マネージャーさんも急に何ですかみたいな、なんかあったんですかみたいな感じで聞かれて、その時に一発目にいやもうなんか私舐められたくないんすよみたいななんか LINE に返事して、だから急にマネージャーさんもみたいな感じになって、いやでもなんかいろいろありまして、いやマジで昨今の私はですね、キーワードとして舐められたくないってずっと言っていて、これはなぜかっていうことなんですけれども、冒頭で自分が何をやっているかみたいなことをいくつか紹介させていただいたんですけれども、いろいろ幅がある中で、なんかこう自分の活動の中で一番やっぱ目に見えるものっていうのがグラビアの仕事っていう状態なんですけれども、こう自分としては、DJ をやっていても別にグラビアアイドルで DJ やっていますっていう気持ちで DJ はやってないんですよ。グラビアとかタレントなのに結構なんかちゃんと DJ とかやれるんですねみたいなのとか普通に言われたりとか、コスプレイヤーとかなのになんか DJ ちゃんとやるんだみたいなとか言われるみたいなことが全然あるんですよ。なんか腹立つなってずっと思っていて、いやマジなめんなみたいな。普通にそれぞれの仕事をなんかふわっとした気持ちでやってるつもりはこちとらないので、いろんな人に舐められてるなって思うことが、それは例えばの例なんですけど、そういうことが、今までもあったんで、どんなことに対しても舐められたくないんです。何かにつけてグラビアの人ですもんねみたいな感じになっちゃったりとか、やっぱり悔しい部分もありますし、他のやっていることもなんかふんわりやってるって思われたくないんで、自分がそれぞれの仕事にどういうふうに向き合っているとか、どういうことを考えているっていうのをしっかり発信できる場があるといいなっていうので、やっぱ動画だと自分がどういうことをやっている、どういうことを考えているみたいなことをみんなに伝えやすいかなっていうのがあって、自分のことをより発信できるコンテンツが YouTube なのかなと思って YouTube のチャンネルを作ろうって決めました。そして次は私の好きなことや趣味をちょっと紹介していきたいと思います。サウナが大好きで、いやもう本当にプライベートでもなんか3日連続サウナ行ってたりとか、なんか全然余裕であってね、私のおすすめのサウナを一つご紹介させていただこうと思うんですけど、いろいろお仕事とかでもサウナ行かせていただくこともあったりとか、プライベートとかでもいろいろ行って、その中で本当にめっちゃ良かったなって
最近思ったのが品川サウナなんですよ。なんか大井町にあるサウナなんですけど、もうそこがちょっとメンズ専用で、そのお仕事でその撮影があるから、その特別に私女なんですけど一応その入らせていただいて、入ったらもう本当にめちゃくちゃ良くて、すっごい暑い部屋と、そこそこの部屋とみたいな感じで2種類かなサウナがあって、その上に2階があってですね、風呂があって整いスペースみたいなところがマジで開放感えぐくて、もうねもっとゆっくり入りたかった。撮影じゃなかったらもうちょっとねゆっくり入れたんですけど、ちょっとメンズの方は品川サウナぜひぜひ行ってほしいです。そしてサウナの次、本当にアニメが大好きでですね、ナルトですよね。もう本当に人生がナルトなんですよ。だから私の配信ツイッチのチャンネルをやらせていただいてるんですけど、配信とか見たことある人は知ってると思うんですけど、私の配信部屋の後ろはね、ナルトのフィギュアだらけで、もう私がナルト好きって知ってるから、ファンの方とかもすごいナルトのグッズくださったりとか、なんかくじが出たら引いてきたよとか言って、もうすっごい豪勢なでっかいフィギュアくれたりとかして、もう本当に私の棚が潤っておるんですけれども、好きなキャラとかよく聞かれるんですけど、そこはねもうなんかいつも選べないって言ってます。みんな好きです。本当にもう魅力的な愛おしいキャラクターばっかりで、そしてインスタとかでもつんこが服を着てるアカウントっていうのを作ってるんですけど、私服がめちゃくちゃ好きで、ヴィンテージのアニメ T っていうものを集めるのが好きでですね、好きなアニメの T シャツを集めるっていうのが私の中の趣味で、そこにねインスタの方とかにもういっぱい私が今までね散々買いあさったアニメ T の写真を載せているんですけれども、それをね、せっかく YouTube チャンネルも作ったことですし、こう紹介する動画とか撮れたらいいなって思いつつも、それに含めてコーディネートの仕方とか、こういう風に着ると可愛いよとか、私はこういう風に着てるよみたいなのを紹介できたらなって思ってます。そして最後になるんですけれども、このチャンネルはですね、人生積んだを信じろチャンネルに決定いたしました。これ実は私のファンの方々の中だと、よく使われてるハッシュタグなんですけど、 X とかで、私が、コミケとか出る時に自分のサークル名として使ってる名前でもあって、人生積んだを信じろチャンネルということに決定いたしました。はい、このチャンネルで今後やっていきたいことはですね、私がどういうお仕事をしているかみたいなところ、自分が仕事行くところから仕事をしているところ、帰るところまで隅々まで私のお仕事の様子をお届けできたらなと思っております。私の好きを共有する、私の人生のテーマでもあります。ただなんかこういろんな人と好きなことを共有していくのが好きだから、こういう仕事してるっていうのがあるので、私の好きをみんなと共有できたらいいなって思っています。一番にこのチャンネルの目標っていうんですかね、私の人となり、考え、思考を知ってもらいたいっていうところがあって、画像のお仕事が多いので、自分の顔を見てパッと思い浮かぶ印象っていうのと、私が話している様子を見て思う印象ってすごく変わってくるなって思っていて、私がどういうふうに物事に取り組んでいるとか、どういう雰囲気の人なんだろうとか、どういう性格の人なんだろうとか、そういうのがなんかみんなに伝わればいいかなって思ってます。やっぱ私の顔つき的にですね、結構すごく気が強くてツンケンした人間だと画像上では伝わることが多くてですね、今までお仕事をした中でも、つんこさんってもっとツンツンしてる人だと思ってましたみたいなことを数えきれないほど言われてきてですね、もう私は疲弊しております。芸能を始めてからそこそこ活動してきてここまでやってきたので、芯がある人間だとは思ってるんですけど、もっとね私の中身まで細部まで皆さんに知って
もらえればいいと思います。もうそれをねできるだけ私の魅力として伝えられるようにこのチャンネルを運営していきたいと思っておりますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それではつんこでした。